うわー、見事だ。そしたら油のジュースが出てくるんですけど、はい、こんにちは。庄島漁師浜湯です。今日はですね、とあるお魚を使って日本三大珍味のカラスミ、これを作っていきたいと思います。カラスミといえばボラなんですが、実はね、魚の何の卵でもできちゃうんです。じゃあまず捕獲シーンからどうぞ。どすこい。それではサーラのマコを目指してサーラ漁へ行く浜田祐介30歳。覇気がない。今回はどんなお魚が取れるのか楽しみですね。到着。ヒット。網ありなう。待機なう。闇夜の中、いよいよ網繰りスタートです。どれだけのお魚が取れるのか。さあ、網繰りますか。それじゃあ油圧のレバーを回して、こちら550万円のネットローラーをくるくる回転させていきましょう。さあ、網が上がってきました。果たして魚は取れるのでしょうか。どんどんですね、網を巻いていきたいと思います。1匹目やってきました。こちら天然マダイですね。で、本当は首にかけてた iPhone をiPhone でずっとね喋りながらやってたんですけど、あまりにも音質が悪かったために後から声入れしております。さあ、タイがやってきました。1匹目、果たしてサーラのカラスミを作るためのサーラのマコが入っているメスなのかどうか、先に締めて流水血抜きをした後に確認していきましょう。で、サーラのオスメス確認の仕方なんですが、このようにお腹を押します。するとですね、白濁の液体がビュルッと飛び出します。で、この白濁の液体がビュルッと飛び出したらオスなんですよね。で、サーラはオスとメスの見分け方が、もう腹を押してマコか白子かを見るしかなくてですね、それで判断していきます。豆知識としては、サワラは耳が聞こえないと言われているんですが、その理由に関してはなぜだか謎です。不思議ですね。で、サワラ、ハマチ、タイがやってきて、その後もサワラにタイにいろいろな種類のお魚がやってきております。さあ、2本目のサワラ、これパッと見た感じですね、お腹が膨れて、ほらなんかね、白濁じゃなくてツルツルのね液体が出ております。あれはですね、メスは何汁かは分かんないんですけど、あのようなですね、オスとは違ったものが出てきます。で、もうちょっと卵がですね生まれる直前とかになると、もう卵の状態になったものがビュルビュルとね溢れ出るような感じになっております。で、スズキもやってきて、で、カリイカシをしておいたものを前の池間に持っていくって感じで、これをひたすら繰り返していきます。サーラはですね、取れたらこのような、氷水につけてグッドです。はい、でヒラが来ました。岡山県で有名とされる魚ですが、もう最近は若い子は知らないんじゃないかな。これのうまさを、めっちゃうまい。で、この子はフカですね。サメの仲間みたいなもんです。で、愛媛県ではフカの湯ざらしとかって言って、これを湯にさらしたものを酢味噌で食べる文化とかもあります。愛媛で食った時は美味しかったです。さよなら。いやー、春の流し刺し網はいろんな魚が来て面白いですね。そうこうしてるうちに残りも少なくなってきて、灯台を上げて今回の網繰りは終了です。はい、じゃあ網が繰り終わりました。こんな感じでタイハネがほとんどですね。サーラは30ぐらいかな。大したことねえな。ちょっともう量が多すぎるんで氷水にしました。イカシもそんなないです。これぐらいか。スズキとハマチとタイですね。はい、じゃあ帰ります。ちょっと風吹いてきた。きとう。はい、じゃあ帰ってきたんで魚出していきます。はい、じゃあこれだけの魚が取れました。で、サーラはですね、木村さんとこに持っていきます。で、このスズキとかは曽我さんのとこに持っていって学校給食にします。島の子供たちを実質間接的に育ててますね。じゃあ箱に立てます。次の日。はい、おはようございます。それじゃあ高松持っていきます。いかがだったでしょうか。というわけで今日はこちら、めちゃくちゃ立派なメスザワラと瀬戸内天然マダイ、桜鯛を使って卵を取り出していきます。それじゃあ早速カラスミ作っていきたいと思います。レッツゴー。前掛けいいでしょう。カイジさんからいただきました。チン、私にぴったりだ。
はい、じゃあ早速やっていきます。で、カラスミって何かっていうと、日本三大珍味の一つで、ウニ、このわた、それからカラスミです。で、カラスミは、ボラの卵巣をこう塩漬けして1週間ぐらいですよ。で、そこから塩抜きして、それをさらにね、10日間とかぐらい干したものなんですよね。だからめちゃくちゃ手間はかかります。それでね、皆さん、ボラのカラスミって、もともとこのサワラでね、作られていたんですよ。もともとサワラで作られていたんですが、1635年にですね、高野さんです。詳しいことは覚えてないんですけど、高野さんが長崎県のとある海域でよく取れるね、ボラを提案して、そこからね、ボラのカラスミになったと言われてます。あと、ボラの卵って脂質が多いから、それもね、カラスミに向いてるらしくてですね、チーズのようにねっとりとした味わいというか食感になるのがいいらしいですね。まあ、雑学はこれぐらいで、とりあえず体表のぬめりとか汚れを軽く落としました。じゃあ次、頭取っていきます。サワラはですね、頭ほとんど身がないので、なるべくこう他は残さないように切っていく。よし、はい、顔が取れました。獰猛ですね。でこれ昨日漁してたらこいつにやられて切ったんですけど、全然血が止まらなかった。気づいたら手袋なんかいっぱい血でした。ピュー。よいしょ。じゃあ次、カマのこの付け根の部分ですね。腹びれをちょっと落としてこんな感じで、ちょっとカマ入れて、こうスーッとね線だけ入れます。んで手で開きます。こうすると卵を傷つけずに済む。でほら、うわー見事だ。これね、卵が育ちすぎると炊けた状態って言って黒いポツポツが出るんですけど、今この状態めちゃくちゃいいです。煮付けにしてもめっちゃ美味しいはずで、まあ売るわけじゃないから少々傷ついていいんですけど、ボラのカラスミってこう取ろうとしたらね、やっぱここの端がちぎれちゃうんで、ちょっとね切り方は分かんないんですけど、右口刈り取っていきます。あ、結局破れちゃったまあ、カラスミらしい形に持っていこう。 OK。 はい、こんな感じ。みんながよく知っているカラスミの形じゃないですか。これで OK です。はい、じゃあサワラでかくて置くとこないんでさばいていきます。もうサワラなんてお手の物ですよね。うまそう。よいしょ。はい。うわ、白い。身が白くてめちゃくちゃうまそうです。最高だな。これめちゃくちゃいいじゃんうまそうでね、魚って大概この肛門、卵の付け根ですけど、こっから下骨なかったりするんで、僕分けるときいつもここら辺で分けるんですよね。ただでかいからちょっと入らんかもしれんので、ここらで切っておきます。こうやって切ると結構あばら骨取るのとかも楽です。やりやすい。ほんまに白くない？これね、身が白いやつほどやっぱ脂が乗ってるんですよ。あとこの腹の厚さとかですね。秋のサワラに比べて確かに脂少ないんですけど、春のサワラってなんだろう、もうサワラって感じの味がするんですよ。で、僕この間前秋のサワラ食べて感動して、今年春のサワラ食べてまた感動しました。最高です。とりあえずボウルに入れます。バット、タッパー、バット。はい、じゃあこのままさばいていきます。あんまりこのやり方は好きじゃない、得意じゃないんですけどね、こうやって入れていって、でなるべく包丁が見えるぐらいに骨の下を入れていく。これちょっと下行き過ぎたな。これがね、慣れるまで結構難しいんですよ。でここ見てもらったら分かるように、骨ってボコってなってて、下側も当然一緒なんで、その分だけちょっとね斜めに入れておきます。で返して反対も同じように。でここの身が浮いたらこっちにシャッ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 と。よし。で反対。OK。よいしょ。こんな感じ。これも切って置いときます。この状態でもキッチンペーパーしてラップしっかりかませば、まあ4日5日ぐらいも軽く持つと思います。はい、じゃあ次は鯛の卵を取り出していきます。じゃあまず鯛の鱗を落としていきます。はい、じゃあ鯛の頭を落としていきます。で鯛でもできるのって思うかもしれないんですけど、もともとねギリシャとか、ギリシャやったかな、なんかエジプトの方で作られていて、でそれが安土桃山時代に伝わってきたらしいんですよね。まあこれも魚の名前の由来と一緒で諸説があるんでしょうね。はい、取れました。もう卵が見えてますよ。
いい卵ですね。ちょっと破れてるけど、台湾の方でも作られてて、台湾の方では油底ムツとかっていうね、身に油がめっちゃ多い魚の一種だと思います。それを使って作ってる。結構いろんな各地で作られてます。なんで分かったんでしょうね、昔の人。塩したら脱水できて保存期間が長持ちする。誰が考えたんでしょう。で、ビビリの僕はね、解体する前に先にお腹ちょっと割ってね、卵っていうことを確かめておりました。で、タイの卵は比較的綺麗に取れると思います。ほら、この子ちょっと炊けてますね。よし、はい、こんな感じ。炊けてくると、つまり成長してくるとね、なんかこの粒に黒い点とか、なんか目なのか分かんないですけど、そういうのが増えてくるんですよ。そうするとなんか食感がちょっと粗くなるんで、まあそれが好きっていう人もいるし、僕はね、今ぐらいが一番美味しいと思います。もうちょっと前嘘ついた。これも容器に入れておきます。で、先日ですね、へしこって呼ばれるサバの塩漬けだったかな、めちゃくちゃ塩漬けしたものを食べたんですよ。で、それ食べた時に美味しくて、このやり方ってなんかカラスミとそんな変わんないんじゃないかなと思って、ちょっとね、身の方もタイとサバじゃないわ、サーラか、両方やってみようと思います。で、さっき白いと脂があるって言ったんですけど、この白さは違うんですよね。なんか白濁色っていうんですか、白濁色のやつはあんま脂が乗ってないっていう。難しいんだよな。タイの脂乗ってるってどういうものを指したらいいんだろう。よいしょ。もうね、昔だったら本当失敗したとかって言ってね、よくありましたけども、最近は失敗がほとんどない。成長したな、私。じゃあ鯛の身ができました。よし、じゃあ翻訳本番です。ようやく本番です。はい、でこちらの2種類の卵よく見てください。ズームアップ、ピョーン。このようにですね、多くの血管、血が残ってます。でこれらの血を残したままにすると、なんか生臭さとかそういう匂いが出てくるんで、これをどうするかというと、こちら容器に移して、で水を加えます。ぎゅーっとね、もうすでに血が出てきてますね。でまあなんとなく金良さんの酒も加えて、お次はこちら待ち針でございます。よいしょ。で待ち針にてこの血管をついていくんですよ。ツッツーって。血管をつくとほら、血がねちょっとにじみ出てるの分かりますか。こういう感じで待ち針で血管をついていきます。あたた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 、浜湯百裂拳。いや、外すごい風ですね。今日沖だったんですけども、これは休みです。酒が飲めます。で鯛の血管の方が太いんでちょっと刺してみます。よいしょ。こんな太い血管刺してるのに別段血はにじみ出てきません。やっぱ水につけないとダメなのかな。はい、じゃあ卵の血管おそらく全部つけたと仮定しましょう。はい、じゃあ先ほどの水に塩を加えます。加える理由はなんか浸透圧で抜けそうだなです。で混ぜ混ぜして、で先ほどの卵を入れていきます。でこれをちょっと冷蔵庫で1日保管して血を抜いていきます。抜けてくれ。せっかくなんでサーラ食って終わろう。終わろうって言っても今日が終わるだけなんだけど、うまそう。いただきます。うんまっ。やっぱサーラやな。アニサキスナンバー当たってでも食えるわ。はい、じゃあ皆さんまた明日お会いしましょう。 See you next time today。 どすこい。はい、じゃあどうなってるかな、見ていきましょう。はい、というわけでこちら1日水につけたマコですね。ちょっと取り出していきましょう。はい、針で刺して1日経ってこんな感じですね。まだちょっと残ってますけど、だいぶ薄くなったんじゃないかな。薄くはなった気がします。こういうとこ刺してみましょう。こっち。もう出るほどは出ないですね。これでいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ水気を取っていきます。どうせ水がなんぼでも今からがっつり塩するんでなんぼでも出てきます。じゃあ大体取れました。でめちゃくちゃ塩入れるんで、まずこの容器に塩入れていきます。
で伸ばして、でここに並べていきます。すごい塩です。はい、で上から塩を入れていきます。ドサーっともう埋もらします。埋もれ埋もれ。64の時ね、ドンキーコングで埋もれ埋もれって言ってたら、埋もれって何ぞって言われました。笑われてたことがありますはい、じゃあ OK ですね。これでちょっと1日置いといて、出てきた水を変えていきます。で1週間ぐらい。そういえば魚もやるって言って忘れてましたね。魚もやります。多分へしこみたいになると思う。わかんないけど超保存食ですね。よし OK。はい、というわけで約ね7日間塩漬けしておりました。それじゃあ取り出していきます。まずこちらサワラの身ですね。カッチカチですよ。いい。でこれも鯛の身ですね。これもカチカチで、これが鯛のマコです。いい感じに締まってます。でこちら本日の主役サワラのマコです。これも中がちょっとだけしっとりしてるって感じで、でもしっかりと固まっております。はい、じゃあどれも綺麗に塩漬けできました。でこのまま干すと塩辛すぎるので、今から酒につけて水抜きをしていきます。でその際にこの塩を取ります。ちなみにつける酒は何でもいいそうなんですが、なんか梅酒でするとあんま美味しくないっていう話は聞きました。だから僕は今回あれでいきます。こちら鹿児島ハイボールで入れてたタッパーにもう一回この子たちを入れて、でハイボールを加えます。焼酎がうまいから、まあ鹿児島ハイボール芋焼酎なんでうまいと思います。足りない分はお酒を足します。 OK。 はい、じゃあ結構な酒の量に浸かりました。これで1週間また置いておきます。1週間後。はい、というわけで1週間経ちました。こちら1週間いろんなお酒に漬け込んだ卵ですね。針は結構やりこいけど、これ硬くなるのかな。ただ身の方はかなりしっかりしてます。ガッチガチに締まってます。でサワラに比べて鯛の方が少しブニブニ感です。じゃあこれ干していきます。で今回干す道具がこちらです。牡蠣養殖用の丸かごっていうやつですね。牡蠣養殖を始めるのでたくさんいただきました。はい、じゃあ丸かごをいつもの懸垂棒に引っ掛けて通して、でカエル股でくくります。2回入れとこう。でこれで OK で、ちょっと開きが欲しいんで重り入れときます。開いた。じゃあ1段目にまずサワラのマコ、2段目体育のマコで、3段目サワラとマダイ。はい、じゃあこんな感じでうまく干せました。じゃあいつもの綺麗な扇風機ですね。これセットして、はい、じゃあスイッチオン。でも5月半ばで結構暖かいんで腐る可能性があるんで、室内で風通しよく干していきます。さらに1週間から10日後ですね。飛びます。ぴょーん。1週間後。はい、じゃあおおよそ7日経ちました。見ていきましょう。もう扇風機干しのみです。これがサワラのマコの方ですね。めっちゃいい感じです。でこれが鯛のマコ、イチジクみたいになってます。で実はね同じやり方でこれ鯛の白子もやってました。網の目合いが入ってます。それじゃあお皿に回収して早速味わっていきましょう。というわけでこちらサワラのからすみと鯛のマコのからすみと白子のからすみです。でプラスでやってた魚の方はねもうかなり乾いてたんでラップで冷蔵庫しておりました。この硬さすごいですよ。でそれからこっちが鯛ですね。多分干しすぎるとこんな感じでなんか皮が浮くというかねなるんですよね。難しいとこですね。でからすみの名前の由来ですが、この形がね中国から来ていたからすみっていうね炭かな、それの形に似ているのと、それとね干すことでこの色が黒くなって、その黒くなった色自体もカラスミにそっくりだったみたいです。本来のカラスミはこういう形なんですけど、今回サワラなんでこうなりました。はい、それじゃあそれぞれ切っていきましょう。まずはサワラのカラスミ、フランスパンみたい。
さあ断面図がどうなっているのか。お、しっかりとね水分は飛んでるんですけど、本来カラスミってね板の上に置いておくんですけど、網の上で形がいびつだったせいか空間が空いております。ただうまそう。これも切って、で香りがすごくいいです。で続いて鯛の方ですね。鯛は大きくない分多分うまくできていると思います。ちょっと落ちちゃった。いい感じですね。美味しそうです。で白子のからすみが粘い。断面図はこんな感じです。で次サワラなんですけども、すごいのがね油がもうすごいんですよ。ベッドベトなんですよ。でこれでカメラ触るのが大変ですが、切ってみましょう。どんな感じか。めちゃくちゃうまそう。最後はタイ。硬めちゃ硬。うわなんだろうこの硬さ。かぼちゃ切ってるみたい。断面図はこんな感じ。はい、じゃあそれぞれお皿に盛り付けて、はい、というわけで完成しました。からすみ5点セット、白子にこちら鯛のマコ、サワラのマコに鯛、それからサワラの身です。はい、それじゃあ小通り。はい、というわけで今日はキッチンドランカーを味わいたいので、こっちでいただきます。いただきます。はい、というわけでやっぱりからすみには日本酒ということで、こちら金龍さんの日本酒上泉かな。いただきます。それじゃあ乾杯。じゃあまずはこちらサワラのからすみからですね。いただきます。うわ、なんだろう、この粒がプチプチしてるのと、酒の味もそんなせずに、この卵のうまさ、これがめっちゃ凝縮されてる感じで、あと油がすごくてめっちゃうまいです。すんげえ塩辛いんですけど、塩辛いの中に旨味がいっぱいある。で次鯛のからすみ、マコですね。こっちの方がつぶつぶ感がなくて、よく食べるボラのからすみにこっちの方が似てます。で次鯛の白子のからすみ作り。変な食感であんま旨味ないですね。なんか滑らかな塩味のゴムを食べてるみたい。で次鯛の身ですね。硬っ、若干臭い臭いけど旨味はしっかりしてるみたいな。で最後一番うまそうなサワラの身です。これはうまいっしょ。うわすんごい。これほらそしたら油のジュースが出てくるんですけど、これ今僕の口の中でも同じ現象が起きてて、噛めば噛むほど旨味成分とか旨味の油、これめっちゃうまいですよ。いいベーコンよりうまいかも。雰囲気的にはほんまにいいベーコンの味がします。めちゃくちゃうまい。はい、じゃあせっかくなんで炙って、じゃあ塩辛いのをもう一度日本酒で洗い流して、で炙りからすみいただきます。うまい明太子みたい。炙り明太子に食感はまんまそれです。それのすごい塩辛いけどうまい。香りもめっちゃいい。これは日本酒が止まりませんな。次は炙りサワラです。油がやばい。今回からすみがメインのはずだったんですけど、感動するのはこのサワラをからすみと同じ感じで作ったやつ。めちゃくちゃ美味しい。弾力もしっかりしてるし、何より味が最高です。まあとりあえずあとはゆるいと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。今日はちょっと眠くてね、いつものように饒舌な喋りはできませんでしたけれども、いかがだったでしょうか。サワラのからすみですね。最近食べるようになったんですけど、やっぱり美味しいですね。皆さんもぜひね、からすみ食べる機会があったら買って食べてみてください。値段はね、ちょっと高いんですけど、それに見合うぐらいの価値はあるかなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。